どうも1週間ぶりにお久しぶりのこんにちは、マウシンです。少し前のことなんですけど、実はフモックのお店さんというところがツイッターでレビューキャンペーンをやっていて、応募したらなんと当選してしまったので今からその商品とやらを紹介させていただこうというのが本日の動画内容になります。わお、で何をレビューするんだ？いやー、でもその前にフモックのお店についてなんですけど、このお店は海外のデバイスの販売を日本で行っているところで、ファイナルマウスやダッキーのキーボードをはじめとするキーボードやマウスなどを売っています。で、今回紹介するのはマウスになるわけですが、いやもうタイトルでバレてるだろ。その中でもこのポーネージさんという会社の製品で、これもまた最近フモックのお店さんで取り扱いが始まったみたいなんですよね。それでは今回紹介するマウスに登場していただきましょう。ポーネージウルトラカスタムシンメトリカルソリッドモデルになります。めちゃくちゃかっこいいマウスだな。マジでこのマウスかっこいいんですよ本当に。で今回商品をご提供いただいたのは先ほども言った通りシンメトリカルソリッドモデルになるんですけど、ポーネージさんのマウスは他にもいくつか種類があって、ポーネージウルトラカスタムワイヤレス L5、ワイヤード L5、これは有線のタイプだな。でウルトラカスタムシンメトリカル、そしてこのウルトラカスタムシンメトリカルソリッドですね。L5 とシンメトリカルのざっとした違いは左右非対称か、左右対称かっていうデザインの違いです。でこの2つあるシンメトリカル、1つはマウス側面がハニカム構造になっているかなっていないかの違いですね。でウプ主はこれを選んだってわけだな。というわけで早速開封をしていきます。箱は商品のデザインが印刷されていて比較的シンプルなデザインですね。そして箱を持ち上げて開けるタイプ。おー開いただろうな。マウス本体はこんな感じでしっかり梱包されていて、さすがっていう感じですね。じゃ早速内容物を見ていきます。まずマウス本体。これ最初に持った時めちゃくちゃ軽く感じたんですよねこれ。まあ、今まで使っていたマウスが比較的重めだったっていうのもあるからな。そしてソリッドモデルでありながらもこっち側はハニカム仕様になっているので割かし通気性が良さそうです。そしてめちゃくちゃかっこいい。でマウスの上には何やらケーブルが入っていますね。そしてこのケーブルは普通とはちょっと違うパラコードケーブルになっているんですよね。他のケーブルよりもしなやかでケーブルを接続してもまるで無線のような感覚が味わえるという最強すぎるケーブルになります。付属品もかなりこだわられているのでめちゃくちゃ良きですね。で白いビニールに包まれている何やら黒い物体。これ、なんだと思いますか？まあでも今はとりあえず置いておいて後で説明することにします。そしてお次の付属品は延長用のアダプタと交換用のマウスソールです。マウスソールは実はそれぞれ厚みが違って、自分の好みに合わせて変えられるようになっているみたいですね。まあでもぶっちゃけウプ主にはマウスソールの厚みによる違いがわからなかったりするんだけどな。レシーバー延長は普通にタイプ C と A になっている感じですね。そして一番底の部分には説明書が入っています。基本的にほぼ英語でわからないわけじゃないっちゃわからないわけでもないレベルです。じゃ開封も終わったことなのでマウス本体について詳しく見ていきましょうか。表側はマウスホイール、左右のクリック、DPI 変更ボタンとわりかし普通のゲーミングマウスっていう配置してます。そして左サイドのミニボタンが2つ搭載。裏側は電源のオンオフスイッチがついていますね。これマウスソール初めて触った時驚いたんですけど、めちゃくちゃ滑らかで本当にずっと触ってたくなるような触り心地なんですよね。そしてこのセンサー、PAW3335 というセンサーが搭載されているらしくどうやら省電力なセンサーだとか、そして手前側にタイプ C ポート。この辺は評価高いな。でこのハニカムの下にあるロゴがめちゃくちゃかっこいいです。このデザインはかなり個人的に好みなので良きですね。ここまでなら他のマウスと大差ない気もするんですがこれ、実はこのマウスにしかないすごい特徴がありまして。うわすご、これカバーが外れるのか？そうなんですよ。これ他の工具一切不要で片手で簡単に取り外せるようになっているんですよね。もちろん上の方も外すことができます。でさっき付属品で飛ばしたこの黒い部品交換用シェルになっていましてこんな感じで取り付けることができます。付け外しも磁石で簡単だし、何よりこのアイデアがすごくいいよな。ハニカムかハニカムじゃないかその日の気分によって気軽に交換できるのでグッドポイントですね。とここでせっかくこんなに簡単なのでここでいきなりタイムアタックしていきたいと思います。何このすごく場違いな感じ。一体何秒ではいスタート。うわもう始まった。はい終了。記録、2秒12。早すぎてレベチすぎる。
でそんなわけで一瞬で交換できるカバーが魅力ということ。切り替えも早すぎる。でこのタイミングで同時にいただいたこちらを紹介。カスタムカラーシェルという別売りの交換用カバーになります。フモッフのお店さんで現在取り扱われているカラーは11種類。あえて何個も買って塗装したりしてみるのも面白そうですよね。というわけで早速中身を見ていきます。中身はこんな感じで上のシェル、そして下のシェルはハニカムと無地と2つセットになっていますね。ウプ主は今回マウスを黒にしたのでこっちは無難そうなホワイトを選んでみたぜ。じゃあ早速つけていきます。マウスの色を変えるのも簡単にできるな。はい、つけるとこんな感じ。黒と白のコントラストがめちゃくちゃいいですよね。色も気軽に変えられるのでデスクのセットアップとかにも合わせやすいな。とこういう素晴らしい仕組みのご紹介でした。とここでもう一つすごいところを紹介しちゃいます。実はこのマウスの付属品としてこんなものがついてきたんですが、これ、ゴムのような素材になっていて上のカバーの下につけることでクリック感を調節することができるようになっているんですよ。スペーサーの厚さは 0.6mm から 0.9mm までの4枚でそれぞれこんな感じになるみたいです。で私も実際に試してみたんですけどやっぱり 0.7mm か 0.8mm あたりが一番しっくりくるかなと思いました。まあここは個人差もあると思うし、全て試してみるのがいいかもな。この仕組み、新しくてすごく面白かったですね。お次はバッテリー。本無線での使用になると思うのでどれくらい持つか気になるところではありますが、実はこれ通常使用で66時間、ゲームでの使用で40時間とかなり持つし、しかも急速充電で1時間で充電できるので最強です。でも実は届いた時にはバッテリーの残量が少なくなっているらしく、私は初めバッテリー不良品のものが届いたんですよね。交換対応していただいたものは問題なかったんですけど、ちょっとバッテリー面での不安が残るっちゃ残ります。そしてお次は本体の重さについて、まあ一応ハニカムマウスだし、どれだけ軽いのか気になるところではあるよな。ハニカム状態での重量は 73.5g、そしてソリッドにすると 76g、無線にするとあと数グラム軽くなって、側面ハニカムのタイプにするとあと 1g 小さくなる感じです。有名な軽量マウスと比較するとちょっと重めだけど、普通のマウスよりかはちょっと軽くなってるな。そしてこれに慣れてしまうと二度と 100g のマウスに戻ることができないのです。恐るべし。それじゃ実際に軽く使っていきます。レシーバーの収納位置なんですけど、トップシェルの下側にあるのでちょっとわかりづらいです。接続は有線無線どちらもいけるんですけど今回は無線で繋いでみます。ちょっと懐かしい効果音やめろ。懐かしいですね。で電源ボタンは実は2つあって、ライティングオンとライティングオフのどちらも選べるようになっています。おお、隙間から見えるロゴが光って綺麗だな。このデザインはめちゃくちゃお気に入りですね。そして実はフォーネージさんの制御用の専用ソフトがあって、このソフト内で色々変更できるようになっています。できる内容としては各種ボタンの割り当ての変更、バッテリー残量の確認、そしてマウスホイールと DPI のカラーが対応しているんですがそのあたりの詳しい設定も変更することができます。まあこんな感じですね。そして他にはマクロの設定も追加することができたり、これはなかなかに便利だな。であとはお待ちかねのライティング制御ですね。本はレインボーなんですが単色にしたり点滅にしたり、一通りの変更はできるようになっています。レインボーの場合は速さも変更できるな。まあ私の場合は単色の青色で落ち着きました。でちょっとここで気になったポイントなんですけど、このマウスのライティング、動かすとなんか少しの間消える仕様になっているんですよね。初めは初期不良かと思って他の人に聞いてみたりもしたけど、これで正常な動作みたいだな。まあぶっちゃけマウスのライティングは隠れるのでそんなに気にならないですが、なんか少しこの点は残念かなっていう感じです。でも光り方はムラも少ないし、綺麗なので結構いいですけどね。はい、というわけで今回の動画内容、いかがだったでしょうか。こんな感じでしっかりとマウスをレビューしたのは案外初めてだったりするんですけど、他のマウスにはない特徴や面白さがこのマウスにはあって、めちゃくちゃいい製品だなと思いました。クリック感を自分好みに変更できるのも良かったし、何より着せ替えカバーで色々カスタマイズできるのがすごかったよな。カバーを塗装してみたり、色々マウスの幅が広がりそうですよね。ちなみに後ゲームも実際にしてみたんですが、ギュンギュン動かしてもわりかしちゃんとついてきてくれるし、無線でも遅延は感じられなかったので問題はないかなっていう感じです。一応センサーもテストも行ってみましたので、ご参考までに。そしていろんな意味で自分好みにカスタマイズできるこちらのマウス。本体はフモックのお店さんで11,880円、専用のシェルは1,380円から販売しております。
スモップのお店さんこの度はありがとうございました。というわけでもしよければチャンネル登録、高評価、概要欄からスモップのお店さんのサイトも確認してみてくださいね。というわけで最後までご視聴、ありがとうございました。